皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今月の3曲目はキム・ドンリュルさんの楽曲をカバーして紹介します。キム・ドンリュルさんの曲は1年目の6月にチュッカーシリーズで感謝という曲と、同年の10月に酒ソングの回でチチュンチンダンという曲をカバーして紹介したんですよね。実はこの2曲で若干キム・ドンリュルさんの歌はトラウマになっていたんですよ。というのも本当に音域が広くて歌うのが大変でですね、正直この2曲はどちらも歌いこなせてる感じがないままもうレコーディングになってしまっていたんですよね。いつも曲をカバーするときには自分なりの歌詞の解釈や表現を歌に込めたいと思っているんですけれども、そうするにはね、技術的に少しの余裕が必要なんですよね。キム・ドンリュルさんの歌はですね、毎回歌うだけで精一杯になってしまっていたので、他にも好きな曲はいっぱいあるんですけれども、いやちょっと難しいしやめとこうかなみたいな感じで、2年目は若干敬遠していたところがありました。しかしキム・ドンリュルさんの楽曲はやはりね、人気なんですよね。ポッドキャストではチチュンチンダンの回がですね、再生回数の上位に入ってますし、 YouTube の歌ってみた動画でもこの2曲は再生回数が多くてですね、さらにカラオケ音源の動画も YouTube で人気があるんですよね。なので今回1年半ぶりですかね、キム・ドンリュルさんの歌に再挑戦してみることにいたしました。キム・ドンリュルさんの楽曲は素敵な曲がいっぱいあってですね、私が初めて聴いたアルバムは2001年に発表された第3週アルバム帰郷、帰郷って書くんですけどね、ふるさとに帰るっていう意味ですだったんですが、タイトルトラックの다시사랑한다말까、もう一度愛していると言おうかという曲にすごいハマったんですよね。この曲を大学生の頃によく聴いていました。そして私がキム・ドンリュルさんを知った頃にはすでにソロで活動されていたので、その前の展覧会ですとかイジョクさんとのユニットカーニバルの時代はリアルタイムには存じ上げなかったんですけれども、2012年にペスジさん主演の建築学概論という映画を見てですね、その OST がキム・ドンリュルさんの展覧会時代の代表曲記憶の終作という曲だったんですね。先週紹介したシン・スンフンさんの楽曲も映画の OST だったんですけれども、この時もね、映画の内容よりも OST の記憶の終作になんか全部持っていかれるぐらい感動してですね、なんとダイナミックで素敵な楽曲なんだろうと思って、とても印象に残っていました。その後調べてみて、この曲がキム・ドンリュルさんが制作した楽曲だったということを知ったんですね。そこから深く聴くようになっていった歌手です。ちなみに映画建築学概論は俳優のチョ・ジョンソクさんのデビュー作なんですよね。で、チョ・ジョンソクさんは主人公の男性の親友役を演じているんですけれども、演技がねコミカルで面白いんですよ。なんか確実に爪痕を残しているっていうかですね、新人とは思えないカリスマ性を感じられますので、そこも注目してですね、ぜひこの映画をご覧になってみてください。そして今回キム・ドンリュルさんの曲を再びカバーするにあたって、記憶の終作もねちょっと考えたんですけれども、こちらもまた大変音域が広い曲なので、これはチチュンチンダンの二の舞になるなと思ってですね、今回は比較的音域の広すぎない楽曲を選びました。今日紹介する楽曲は2008年に発表されたキム・ドンリュルさんの第5週アルバムモノローグに収録されているオレデンノレ、古い歌という曲です。私はこの曲が大好きなんですよね。よく日常会話の中でこの歌手の中でどの曲が一番好きなのみたいに聞かれることがありますが、楽曲ってそれぞれに違った魅力があって単純比較できない部分もあって、答えに迷うことも多いんですけれども、個人的にキム・ドンリュルさんに限ってはね、このオレデンノレ、古い歌という楽曲が最も好きと言えるんですね。
キム・ドンリルさんの歌声の魅力といえば、中低音の豊かな響きとビブラートだと思います。個人的にはチェロの音色に似ているように思うんですけれども、このオレデンのレ古い歌という曲はゆったりとしたテンポのバラード曲なので、歌声の絶妙な揺らぎと響きがね、とても心地いいんですね。そしてサビの部分ではドンリュルさんらしいダイナミックでドラマティックなメロディー展開と感情的なボーカルで聴かせてくださっております。ご自身で作詞作曲をされていますので、本人の歌声とメロディーが合うというのは当然かもしれませんが、特にキム・ドンリュルさんの歌声の魅力がよく伝わる一曲だとも思いますね。そして何より歌詞がいいんですよ。で、この後歌詞紹介で詳しく紹介するんですけれども、ある意味自伝的な内容というか、ご自身の体験を歌に投影しているかのような歌詞なんですね。ノスタルジックで優しい雰囲気がある曲です。きっとキム・ドンリュルさんはこういう人なんだろうなと勝手に感じてるんですよ。なんか人間性が投影されているというかですね、私が想像するキム・ドンリュルさんらしさを色濃く感じる一曲なんですね。この曲は韓国でも根強い人気があるようで、私がよく聞いている KBS ラジオのサランガギチョウンナル愛するのにいい日という番組でも時々かかるんですよね。韓国語の勉強を本格的に始めた数年前からリスニングの勉強も兼ねて韓国のラジオを聞いているんですけれど、ちょうど勉強をしてですね、バラードの曲の歌詞がリアルタイムに聞き取れるくらいになった頃ですね、たまたまラジオからこのオレデンのレという曲が流れてきて、運転しながら歌詞の美しさに感動してね、ボロボロ泣いてたことがありました。韓国語の歌詞を聞き取れたことも嬉しかったですし、何よりこんな美しい歌詞を理解できて勉強の甲斐があったなと思った曲なんですね。そんな思い出もあるいい曲なので、今回紹介してみることにします。では続いて歌詞の内容紹介に入っていきますね。今回は1番の歌詞を紹介していきます。まず A メロの部分の歌詞ですね。우연히 찾아낸偶然探し出した낡은テープ속에 노래를 들었어. 古いテープの中の歌を聴いたよ。서투른 피아노, 下手なピアノ, 풋풋한 목소리, 若々しい声, 수많은 추억에 웃음 짓다. たくさんの思い出に微笑みを浮かべてという一回し目です。そしてもう一回 A メロが同じメロディーでありますので、歌詞を紹介していきますね。언젠가 너에게, いつだか君に생일 선물로 만들어준 노래, 誕生日プレゼントとして作ってあげた歌。촌스러운 반주에, ダサい伴奏に가사도 없지만, 歌詞もないけれど넌 아이처럼 기뻐했었지. 君は子供のように喜んでいたね。という歌詞です。この最初の部分は押し入れの掃除でもしていたんですかね。なんか偶然に昔のテープを見つけて再生してみると、若かった頃の自分の歌声とともに当時の思い出が蘇ってくるという内容です。もうこの描写が非常に感傷的ですよね。そして B メロの歌詞に行きます。진심이 담겨서, 真心がこもっていて나의 맘이 다 전해진다며, 僕の心が全部伝わってくると言って、가끔 흥얼거리며, 時々口ずさみながら눈물을 흘리기도 했지, 涙を流したりもしてたね。という歌詞です。自作の歌を恋人がとても喜んでくれたんでしょうね。その時の様子とか表情を回想している部分です。続いてサビの歌詞を紹介していきます。오래된 테이프 속에, 古いテープの中で그때의 내가 참 부러워서 그리워서, その時の僕がとても羨ましくて懐かしくて、울다가 웃다가, 泣いて笑って、그저 하염없이, ただどうしようもなく이 노래를 듣고만 있게 돼, この歌を聴いてばかりいる、바보처럼, バカみたいに。という歌詞です。サビの部分では時間軸が現在に戻るんですよね。
なんというか、生きて経験を積んでいくと得られるものがたくさんあると同時に失ってしまうものもありますよね。何の打算や計算もなく、ただ好きな感情をまっすぐに歌にして純粋な感性で恋人を愛していたあの頃の自分がもういないことにふと気づいてしまうようなね、そんな歌詞の内容だと思います。これは恋愛に限らなくても、大人になる過程で何かを得て何かを失うというのは誰もが一度は経験する感情かもしれないですよね。では曲を聴いてみてください。キム・ドンリュルさんのオレデンのレ、古い歌をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノ1本で作っております。私がよく見ている韓国のナムウィキというサイトにですね、キム・ドンリュルさんのビブラートが美しいからといってその発声に向いてない人が無理やりドンリュルさんの歌声を真似して歌うとヤギの鳴き声のようになりますので注意が必要ですって書いてあって笑ってしまったんですけれども、ベーって感じですかね。喉に力が入ってビブラートが引っかかってしまうんでしょうね。なのでキム・ドンリュルさんの楽曲は、真似しようとせずに自分らしく歌いましょうと書いてあったんですよ。私の場合は男性曲を女性がカバーしているという時点でかなり曲の印象自体変わるので、あんまり発声については意識しなかったんですけれども、確かにね、キム・ドンリュルさんのように歌うのはね、難しいと思いますね。昨年2023年にはキム・ドンリュルさんは2曲の新曲を発表され、コンサートも開催したんですよね。久しぶりのカムバックということで、私新曲はバラード曲だろうと勝手に想像していたんですけれども、去年5月に発表された黄金仮面という曲がですね、まさかのアップテンポ曲だったんですよ。ミュージックビデオの中ではダンスしてるシーンとかもあってね、意外でしたね。でもとってもかっこいい曲で、ドンリュルさんの高音の伸びもね、本当に素晴らしいですし、ミュージックビデオには俳優のチョ・ウジンさんが出演していて話題になりました。こちらね、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。コンサートは去年10月にソウルのケースポドームで6日間開催されたようなんですけれども、なんとチケットが発売から40分で全て売り切れたそうですね。一時はサイトがダウンしてしまうほどの人気だったそうです。今年50歳を迎えるんですかね、キム・ドンリュルさんは。ぜひね、お元気で長く活動していただきたいと思います。私もいつかコンサートに行ってみたいですね。そんなわけで今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。オッケー、ちょうどいいね。